皆さん、こんにちは。西村です。今日は日本語のリスニング練習です。レベルは N3 です。今日のテーマは、ゴミ収集車の運転手の仕事です。知らない言葉が出てきても、最後まで聞いてください。動画の最後に、今日の文法をまとめて紹介します。今回は、加藤さんに話を聞きます。加藤さんは、市のゴミ収集車の運転手を5年しています。よろしくお願いします。加藤です。よろしくお願いします。この仕事は珍しいですね。なぜこの仕事を選んだんですか？実は、前は営業の仕事をしていました。でも、毎日机の前に座る仕事に疲れてしまいました。わかります。私も座りっぱなしの仕事は苦手です。体を動かす仕事に変えたいと思っていました。ゴミ収集車の仕事はどうやって知ったんですか？市役所の求人サイトで、たまたま見つけました。この仕事に就くには免許が必要ですか？はい、中型自動車の免許が必要です。就職前に自分で免許を取りました。免許を取るのも大変だったでしょう。そうですね。大きい車の運転は初めてでした。採用が決まったとき、どんな気持ちでしたか？嬉しかったですが、少し不安もありました。どんなことが不安でしたか？匂いに耐えられるかどうか、心配でした。実際、最初の1週間はきつかったです。初日のことを詳しく聞かせてください。朝5時に集合して、車庫で車を確認しました。5時集合とは本当に早いですね。慣れるまでは、起きるのが辛かったです。車庫では班長からどんな説明がありましたか？まず、安全確認の手順を教えられました。車の周りを一周して、傷やイオンを確認します。一台の車を見るだけでも時間がかかりそうですね。そうです。でも、この確認が事故を防ぎます。収集ルートはその日に決まるんですか？いいえ、ルートは決まっていて、毎回同じです。ルートを覚えるのも最初は大変そうです。本当に大変でした。地図を何度も見ました。実際の収集作業は何人でやるんですか？私を含めて、3人1組で作業します。それぞれ役割が違うんですか？はい。私は運転手で、2人が収集を担当します。チームワークが大事な仕事なんですね。そうです。声を掛け合いながら進めます。運転で特に気をつけていることは何ですか？収集の人が車の後ろにいるとき、絶対に動きません。それは命に関わる大事なルールですね。そうです。最初にこれを何度も言われました。ゴミの重さは想像以上でしたか？はい。特に雨の日は、水を吸って重くなります。雨の日は作業も大変になりそうですね。本当にそうです。カッパを着ても、濡れてしまいます。夏と冬ではどちらが大変ですか？夏は暑さと匂いが、2倍きつく感じます。夏の暑さの中での肉体労働は本当にきついですよね。
冬は逆に朝の寒さが辛いです。収集するとき、困ったことはありましたか？分別されていないゴミによく困ります。分別されていないとどうするんですか？収集せずに注意の紙を貼っておいていきます。そうです。ルールを守ってほしいからです。危険なゴミが出ていたことはありますか？あります。割れたガラスがそのまま入っていました。手袋をしていても危ないと感じました。そういうとき、住民に直接注意しますか？顔が見えないので、直接は難しいです。だから、看板や紙でお願いするしかないんです。逆に、住民から感謝されることはありますか？あります。挨拶してくれる方が結構います。小さな挨拶が仕事の励みになりますよね。特に、子供が手を振ってくれると嬉しいです。子供にとって収集車は憧れの存在らしいですよね。そうなんです。それが、密かな誇りでもあります。これまでで一番大変だった日はいつですか？台風の翌日は、ゴミの量が2倍でした。台風の後は片付けのゴミも多そうですね。そうです。いつもより2時間、長く働きました。そんなに大変な日でも続けられる理由は何ですか？街がきれいになる瞬間を見られるからです。その瞬間が仕事の意味を実感させてくれるんですね。本当にそうです。誰かがやらなければならない仕事です。仕事にもかかわらず大変なことは他にありますか？早起きのせいで、家族との時間が減ることです。早朝の仕事は家族との生活にも影響しますよね。そうです。でも、午後は早く終わります。早く終わる分、子供のお迎えができるんですね。はい。それは、この仕事の良い点です。ここで少し皆さんに聞いてみたいことがあります。皆さんの国ではゴミはどうやって集められますか？日本との違いがあればコメントで教えてください。加藤さんもコメントを楽しみにしていてください。では続きを聞いていきましょう。この仕事で失敗した経験はありますか？あります。実は、それが今日一番話したいことです。ぜひ聞かせてください。入って2ヶ月目に、車で電柱を吸ってしまいました。それは焦る出来事ですね。本当に焦りました。手が震えていました。その後、どうしましたか？すぐに車を止めて、班長に報告しました。すぐに報告できたのは良い判断でしたね。隠すわけにはいかないと思いました。班長はどんな反応をしましたか？怒られるかと思いましたが、まず怪我はないかと聞かれました。人を心配する言葉が先だったんですね。そうです。あの言葉に少し救われました。その後、運転の仕方は変わりましたか？はい。狭い道では必ず一度止まるようにしました。一度止まる習慣は今も続けていますか？はい。あの日のことは絶対に忘れません。収集の2人とはどんな関係ですか？毎日一緒にいるので、家族のような関係です。
毎日同じ時間を過ごす仲間は特別ですよね。そうです。休憩時間はいつも冗談を言い合います。仕事以外でも一緒に何かしますか？たまに仕事終わりに一緒に食事します。それは良い関係が続いている証拠ですね。この仕事は一人ではできないと思います。仕事において大切にしていることは何ですか？時間を守ることを一番大切にしています。時間を守ることはなぜそんなに大事なんですか？遅れると住民の生活に迷惑がかかるからです。たとえ数分でも影響が出るということですね。そうです。だから時間には特に敏感です。収集車の運転手として印象に残っているお客さんはいますか？毎朝お茶を用意してくれるおばあさんがいます。それは心温まる話ですね。10年以上続けているらしいです。10年続けるというのは簡単なことではないですよね。あのお茶で何度も元気をもらいました。逆に住民との間で困った出来事もありましたか？収集時間について苦情を受けたことがあります。どんな苦情でしたか？エンジンの音がうるさいという苦情でした。早朝の作業なので音への配慮も必要ですね。それ以来、住宅街ではさすがに気をつけています。苦情を受けたときはどんな気持ちでしたか？正直、少しショックでした。でも、改善のきっかけになったとも思います。苦情を成長のきっかけに変えたんですね。そう考えるようにしています。5年働いて体力面での変化はありましたか？体力がついて、疲れにくくなりました。5年の積み重ねが体にも現れているんですね。最初と比べると、全く違う体になりました。収集車の性能は昔と比べて変わりましたか？新しい車は圧縮の力が強くなっています。技術の進歩はこういう現場にも現れていますね。昔ながらのやり方も、まだばかりでなく残っています。例えば、どんな部分が昔のままなんですか？手作業での積み込みは、今も変わりません。機械化されない部分にも意味があるんですね。人の手が必要な作業だと、実感しています。この仕事を通して何か価値観の変化はありましたか？ゴミを見て、その人の生活が想像できるようになりました。ゴミがその人の暮らしを語るということですね。赤ちゃんのゴミが増えると、嬉しい気持ちになります。新しい家族が増えたことがわかるんですね。そうです。街の変化が、ゴミにも現れます。この仕事をこれからも続けたいと思いますか？はい。今では、転職だと思っています。転職と言えるまでたどり着いたんですね。最初は、単なる仕事だと思っていました。でも、今は違う意味を持つ仕事になりました。この仕事に興味がある人へアドバイスはありますか？体力に自信がなくても、大丈夫だと伝えたいです。体力は後からついてくるということですね。そうです。慣れることなく諦める人が多いです。続けるためのコツは何だと思いますか？
最初の1ヶ月さえ乗り越えれば、道が開けます。最初の1ヶ月が大きな壁になるんですね。私も、やめたいと思ったことがあります。その時、どうやって乗り越えたんですか？先輩が、辛抱強く付き合ってくれました。支えてくれる人がいると、心強いですよね。あの先輩がいなければ、続けられなかったと思います。最後に、視聴者の皆さんへ一言お願いします。皆さんの町のゴミも、誰かの手で運ばれています。分別を守ることが、その人への感謝になります。加藤さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。では、今日出てきた文法をまとめて紹介します。一つ目は、旅にです。休憩のたびに冗談を言うのように使います。二つ目は、においてです。仕事において大切にするのように使います。三つ目は、にもかかわらずです。困難があっても、という意味です。四つ目は、ばかりでなくです。それだけでなく、という意味です。五つ目は、たとえてもです。たとえ数分でものように使います。六つ目は、さすがにです。住宅街ではさすがに気をつけるのように使います。七つ目は、せいでです。早起きのせいで時間が減るのように使います。八つ目は、わけにはいかないです。できないことを表します。九つ目は、さえばです。1ヶ月さえ乗り越えればのように使います。10番目は、ことなくです。慣れることなく諦めるのように使います。今日の文法は、日常会話でもよく使われます。N さんの試験に向けて一緒に頑張りましょう。知らなかった表現があればコメントに書いてください。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。